皆さんこんにちは。山口県立萩美術館浦上記念館の淵田恵子です。スペインから日本に来て3年目、山口県国際交流員のヘマです。昨年から山口県にやってきました。同じく韓国の国際交流員イ・スンワです。山口の文化力を発信するカルチューブ山口として山口県立萩美術館浦上記念館から浮世絵シリーズを配信しています。今回はその第4回目として当館が所蔵する歌川広重の作品を山口県国際交流員さんと一緒にご紹介していきます。山口県萩市にある山口県立萩美術館浦上記念館は東洋当時近現代の陶芸工芸作品浮世絵版画を専門とする美術館です。丹下健三氏が設計したこの美術館は観光ガイドブックミシュラングリーンガイドジャポンでは2つ星の観光施設として紹介されています。この特選鑑賞室は当館が所蔵する浮世絵の中から月替わりで名品1点を展示してじっくりとご鑑賞いただく贅沢な部屋になっています。今回ご紹介するのは歌川広重の木曽街道69次のうち宮の越という作品です。こちらの作品は木曽街道を描いた風景画のシリーズの一枚で広重の代表作としても知られています。このシリーズは天保6年1835年から制作がスタートして全70枚で完結するのですが、当初は掲載栄泉という別の絵師が描いていました。それを途中から広重が作画に加わって引き継いでいったのではないかと考えられています。さて、この宮の越という場所はどこにあるのかというと、現在の長野県木曽郡にあります。江戸から草津に至る木曽街道のだいたい真ん中あたりですね。江戸時代になって江戸と日本各地を結ぶ交通路が整備されたことに伴ってこうした風景画が多く描かれるようになります。そして風景画の分野で人々の心をつかんで一躍人気絵師になっていったのが広重でした。では作品を見ていきましょう。空には丸い月が浮かんでいますので夜の景色です。画面一帯に広がる水面は木曽川です。親子と思われる一行が橋を渡っていますね。先頭を歩くのはお父さんでしょうか。その背中におぶられた子は頭を垂らしてすっかり眠ってしまった様子です。その後に赤ちゃんを抱いたお母さんと少女がついていきます。またずっと遠くの方には一人の旅人の姿が見えています。ぼんやりとした不思議な雰囲気の作品ですよね。よく見ていくとこの絵の中ではっきりと輪郭線があるのは親子と橋のあたりだけで、あとは淡い色調をすり重ねるだけで表現しているんですね。こうした表現の工夫によって独特の雰囲気が醸し出されています。ではお二人にクイズを出してみたいと思います。よろしければ動画をご覧の皆様も一緒に考えてみてください。作品の左上、タイトルが書かれた部分に注目してください。冒頭の赤く囲まれた部分、反抗したようなデザインで37と書かれていますが、これは一体何を意味するでしょう。そうですね、この作品はシリーズの一部ということですので、もしかしたらシリーズの37枚目ということでしょうか。同じことを考えました。惜しいですね。答えは江戸から数えて37番目の駅なんですね。では2問目です。同じくタイトルの末尾、反抗したようなデザインで金樹堂と記されていますが、これは何を意味するでしょうか。ちょっと難しいかなと思ったので3択にしてみました。1つ目、歌川広重の別名。2つ目、版元の名前。版元というのは今の出版社のような役割です。3つ目、この作品の副題、サブタイトルです。どれだと思いますか。こういうふうにタイトルのすぐそばにあったらなぜか2番目だとは思ってしまいますけど。1番じゃないですかね。はい、ではこれは正解はどれでしょうか。2番目の版元の名前です。浮世絵の販売や制作、出版の責任を負ったのが版元でした。こちらの作品では伊勢谷利兵衛が経営した金樹堂という店から出されたことがわかります。こちらの作品以外にも版元の名前はさまざまな浮世絵の中で記されていますので、これから浮世絵を見ていくときにも探してみると楽しいかもしれません。
家族みんなでこんな深夜に歩いている理由って何ですか？なかなか難しい質問ですね。盗賊が出没するなど夜道を歩くのは今以上に危険だったと考えられますので、はっきりとした理由はよくわからないです。ただ絵は必ずしも事実を描いているとは限らないので、月明かりに照らされる人々を描くことで月の明るさを表現するなど、演出としてこのように描いたとも考えられます。なぜ夜なのに後ろで歩いている人が傘をかぶっているんでしょうか？これもなかなか難しい質問ですね。確かな理由がこれもわからなかったので、夜の旅人が描かれた作品を少し調べてみました。そうすると同じようにですね、夜の風景の中でも傘をかぶった旅人っていうのが描かれている作品があったんですね。傘を首にかけたり、あるいは手に持ったりすると体を動かしにくくなるので、実際に傘をかぶったままだったのかもしれません。はい、あるいは絵を見た人がすぐに旅人だということが分かるようにするために傘をかぶったままで描いたのかもしれません。永泉が描いていたものを広重が引き継いだっておっしゃいましたけども、当時他の人の作品を引き継ぐことって他にもありましたか？あまり多くはなかったと思いますが、当時は小説の挿絵なども浮世絵師が描いていまして、長編の場合は絵師を引き継ぐこともあったようです。また浮世絵のシリーズものの場合は最初から合作として複数の絵師で分担して描くこともありました。永泉と広重は共にこのシリーズを描いたということなんですが、どういう特徴で広重と永泉の作品が区別できますか？このシリーズで一番大きく違うのは人物の描き方だと思います。向かって左側が歌川広重の作品で、向かって右側が掲載永泉の作品になります。見比べてみると違いが分かりますね。でも絵の中の絵師の証明を隠してしまったら、どちらの作品かが分からなくなる作品もあると思います。いかがでしたでしょうか。今後の展示スケジュールは当館ホームページでご覧ください。ぜひ直に当館で浮世絵版画や陶芸工芸作品をご覧いただき、一層作品の魅力を感じていただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。最終回となる次回は鈴木春信の作品をご紹介します。ぜひ次回もお楽しみに。